ベルベジュのオーラです。本日もオンラインにアップされる商品をご紹介いたします。これから紹介する商品が、10月の2日夜の21時にアップされる商品になります。下の方ですね、概要欄の方に貼っておりますので、詳しくはチェックしてみてください。まず T シャツからいきます。こちらチャンピオンの T シャツですね。タグがこちら、刺繍のタグで90年代、サイズはミディアム表記ですね。ネイビーボディにこちら目付きのタイプ、目が大きいタイプですね。で肩の方に、少し色焼けしている感じがあったりします。ただ、生地の張り自体はすごく残っていて程度はかなりいいと思います。でサイズもミディアム表記というところですが、あまり縮みが出てないですね。僕でも全然着用ができるいいサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてもう1枚チャンピオン T ですね。すみません、こちらタグの方は欠損しております。で、青の霜降りにラバープリントで3段入っております。でこちらに関しても、ちょっとシミがですね、こういったところにポツポツとあったりはしますね。またひどいダメージなどはこちらもなくっていう状態です。でサイズ表記あるとすると、こちらはそうですね L 表記かなと思います。僕でも全然着用ができるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらもチャンピオン T ですね。タグはこちら90年代の刺繍のタグで XL 表記になっております。グレー霜降りのボディに、ラバープリント3段で入っております。これに関してめちゃくちゃ程度いいですね。裏面は無地のタイプです。でこちら XL の表記です。僕が気持ち大きめにね着れるぐらいのサイズ感になっております。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグはこちらフルーツオブザルームの XL の表記になっております。で黒ボディにスカルのプリントですねになっていて、裏面もこちらのプリントが入っております。いいですね。でサイズ表記も XL っていうところもあってかなり大きめですね。フルーツの XL なんで結構着丈が長い作りですね。僕も余裕を持って着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段9800円に消費税になります。続いてシャツですね。こちらタグの方がこちらになっております。サイズ表記は、S 表記になっております。でこちら状態がすごくいい状態ですね。もうめちゃめちゃ生地も張りが残ってるっていう状態です。で3点止め、いいディティールですね。でサイズ表記 S 表記っていうところなので、僕だとさすがにちょっと小さく感じるっていうサイズ感にはなってしまいます。そういう男性にすごくおすすめですね。こちらお値段の方6800円に消費税になります。続いてシャツ、こちらもシャツですね。ブランドのタグはついてないんですが、サイズ表記の方こちら15ハーフのタグが残っております。おそらく DC のタグがついてたんじゃないかなと思います。で一番トップボタンだけ掛けボタン、残りはスナップボタンですね。でデニムの色味もすごく濃く残っていて状態がかなりいいです。でサイズ表記が15ハーフっていうところですが、ウエスタンっていうところで気持ち作りは細いですね。僕だとちょっと身幅はピタッとするかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてもう1枚シャツですね。こちらブランドの方がこちらウェアウェルというブランドになっております。でサイズ表記の方こちら15になっております。でこちらの紙タグも残っているデッドストックの状態ですね。それもあってコンディションはもうバッキバキですね。多少ですね この辺ですかね、少し保管のあれで少し色が焼けてる部分はあったりしますが、洗濯で多少薄くなってはいくかなと思います。でサイズが15っていうところで、僕はぴったりするかなっていうぐらいのサイズ感です。いいワークシャツですね。こちらお値段が7800円に消費税になります。もう一枚シャツですね。こちらブランドがこちらになっていて、サイズ表記ミディアム表記です。なんかすごいいい刺繍のタグですね。でこちらに関しても、水が通ってないような状態だと思います。めちゃめちゃ程度いいですね。で裏面も本当綺麗な状態です。サイズがミディアム表記で縮みが
ほとんど出ていないっていうところもあって、現状だと僕も全然いいサイズ感で着れると思います。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。続いてヘビーネルですね。タグの方がこちら5ブラザーのタグになっていて、サイズ XL になってますね。でブルーベースにグリーンと、イエローのからしのイエローですねの配色になっています。こちらも、ユーズドではありますが程度はかなり綺麗です。でサイズ表記は XL で、僕だと、正直大きいサイズ感にはなります。ただこの辺大きいサイズかなりいいと思いますね。お値段の方がこちら6,800円に消費税になります。続いてもヘビーネルですね。こちらブランドがこちらビッグマック、サイズはこちら L 表記になっております。でこちらもベースは青ベースですかね。でグレーとブラック、あとイエローのチェックですね。程度としてこの襟の方にスレとこちらの方にもスレが1点あるっていうぐらいですかね。でボタンの方にもこちらビッグマックの刻印が入っているタイプです。で裏面はこんな感じです。多少擦れてるところとかあったりはするんですが、全然まだまだ着ていける状態かなと思います。でサイズ表記 L 表記っていうところで僕が、そうですね、ちょうどよく着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段が7,800円に消費税になります。続いてレギュラーのスウェットですね。タグの方はこちらチャンピオンの90年代刺繍のトリプル XL ですね。めちゃめちゃ大きいと思います。でプリントの方がこちら2段でラバープリント入っております。でそうですね、パーカーフードタイプになっていて裏面は無地です。でサイズ表記トリプル XL っていうところですので、さすがに僕はかなり大きいサイズ感にはなります。ここまで大きいサイズもなかなか出てこないかなと思いますね。こちらお値段が7,800円に消費税になります。続いてもチャンピオンのスウェットですね。タグはこちら同年代の90年代刺繍で、こちらも WXL の表記ですね。でこちらもラバープリント入っております。少しシミがあったりしますね。で前 V のタイプで裏面は無地です。で WXL っていうところ、ただ着丈がそこまで長すぎないかなと思います。だからバランスいいんじゃないですかね。僕も全然着用できます。こちらの方でお値段が6,800円に消費税になります。もう1枚スウェットですね。こちらもチャンピオンなんですが、まずチャンピオンのトリコタグミディアム表記5050のボディとアバクロのタグもついています。ダブルネームってやつですね。白ボディにこちらラバーのプリントで入っております。で袖の方にもこちらプリントが入っております。いいですね。結構珍しいと思いますね。裏面に関しては無地のタイプです。サイズ表記がミディアム表記っていうところですが、そこまでめちゃくちゃ縮んでるっていうわけではないです。僕もそうですね、若干着丈短いかなっていうぐらいですけど、着用自体はできるかなと思います。こちらお値段の方が6,800円に消費税になります。続いてこちらもヴィンテージスウェットですね。タグの方はこちらヘインズのウィンドシールのタグになっております。サイズ表記がこちら数字の方はちょっと、端っこ切れちゃって読みづらいんですが、上の方ですね XL の表記になっております。でグレーボディにちょっとこの辺ですね、少しシミがあったりします。あと背中の方ですね、こちらの方にも1点ちょっとポツッとあります。これぐらいちょっとご愛嬌かなと思っていただきたいところです。ただダメージなどなくいい状態ですね。でサイズ表記も XL っていうところで、身幅がしっかりありますね。若干着丈は僕だと少し短く感じるぐらいですけれど、着用自体はできるサイズ感だと思います。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。もう一枚ヴィンテージのスウェットですね。ちょっとタグは欠損している状態ですね。こちら青ベースにラバープリント入っております。でこれに関しては程度がすごい肉厚でいい状態ですね。裏面無地で特にダメージなどもなくいい状態です。サイズ表記あるとするとこちらそうですね、ミディアム表記ぐらいですかね。僕だとちょっと小さく感じるサイズ感にはなってしまいます。小柄な男性とか女性すごくおすすめです。
こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてリバースウェーブの紹介ですね。こちらタグの方はこちら90年代刺繍タグ、サイズ表記は L 表記です。でショッキングピンクの色味の目なしのタイプですね。全体的に少し気持ちですね、汚れとかが、なんか細かいですけどこういった汚れとかあったりして、多少の擦れとかもあったりはするんですが、本当もう目なしのこのピンクってところですね、もうかなり球数少ないと思います。でサイズも L なので、僕がちょうどよく着れるぐらいのサイズ感です。めちゃめちゃ需要多いと思います。こちらお値段の方が19,800円に消費税になります。続いてこちらが、同年代ですね、90年代刺繍タグのミディアム表記です。こちらはでブルーベースにラバープリントで2段入ってるんですが、この、同系色のプリントなかなか珍しいと思います。いいですね。でこちら裏面無地で、これに関してもかなり程度いいですね。でサイズ表記ミディアムっていうところですが、僕がギリギリ着れるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてパーカータイプですね。タグがこちらも90年代刺繍タグの XL 表記になっております。でグレーボディに、こちらもラバープリント2段入っております。でこれに関してなんですけれども、そのフードの、本当細かいんですけどちょっとした擦れがあったりとか、あと腕の方ですね、こちらシミが落ちきれなかったっていう状態があります。あとポケットの付け根ですね、こういったちょっとしたダメージがあったりはします。この辺もですね、裏面に関しては特に問題ないかなと思います。でサイズ表記 XL なので、僕はゆとりが出るいいサイズ感ですね。こんな感じです。こちらの方でお値段が19,800円に消費税になります。続いてもう一つのパーカーですね。タグの方はこちら、刺繍タグの L 表記になっております。でグレーボディにこちらプリントがこれ珍しいんですよね。なんか発泡プリントみたいなプリントになっていて、そのプリント入り方もすごくいいですね。でこれに関してもちょっとフードの入り口少し擦れてるところとかあったりするんですが、先ほどのものよりは程度はいいですね。でこちらが L 表記というところで、僕がちょうどよく着れるサイズ感になっております。こちらの方ですね、お値段の方が19,800円に消費税になります。もう一枚パーカーですね。こちらも、刺繍タグ、サイズ表記 XL の表記です。ただこちらに関してはそのメキシコ製になる直前の言ったら新しい方の、アメリカ製のものになっております。でこちらもプリントはラバープリント3段入っていて、めちゃめちゃいい雰囲気にひび割れてますね。でこれに関してはそうですね、本当細かいですけど、こういったポケットの付け根とかはちょっと危ないところはあります。ただ大きなダメージなどもなくっていう状態になっております。でサイズ表記が XL で、なんか通常の XL よりも気持ち大きい感じがします。これはこれで需要あると思いますね。こちらの方でお値段の方が19,800円に消費税になります。続いてフリースですね。こちらがパタゴニア、こちらのタグでサイズ表記、こちら S 表記になっております。でこちら背中のこちらですね、リズムシリーズの、刺繍が施されております。リズムシャツっていうやつですね。僕もこれの黒持っていて、やっぱ結構着ますね。着やすくて合わせやすくてっていうところで、ただ S 表記だと僕はちょっと小さいサイズ感にはなってしまいます。この、女性とかすごくおすすめです。お値段の方がこちら9,800円に消費税になります。続いてもフリースパタゴニアですね。タグがこちらの方になっております。でサイズ表記の方がこちらサイドの方ですね、ミディアム表記になっております。でフルジップのタイプで黒のフリースかなり使い勝手良さそうですね。でフリースの状態自体も全然まだまだ着ていける状態です。でサイズ表記がミディアムっていうところで、決してそのゆとりを持っているとかではないんですけど、全然着れるいいサイズ感です。こ
こちらの方でお値段の方なんですけれども、9800円に消費税になります。続いてもパタゴニアのフリースです。タグはこちらの方になっております。サイズ表記はこちら L 表記になっております。で、こちらもフルジップのタイプですね。で、黒のフリース、こちらのフリースの状態もすごくいいです。特にダメージなどもありません。こちらの方が、やっぱサイズ少し先ほどのものより大きめですね。これだと僕が気持ちゆとりが出るサイズ感です。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてジャケット類の紹介ですね。こちらタグの方がこちらになっております。ペニーズになっていて、サイズ表記40ですね。ヌバックのジャケットになっております。フルジップになっておりますね。ジッパーはこちらのジッパーが使われております。で、ヌバックの状態も決して悪くないですね。特にひどいダメージなどもなくっていう感じです。ちょっとした汚れとかは少しあったりするんですが、そこは目立つ感じではないです。で、サイズ表記も40というところで、僕がちょっとジャストめな感じにはなりますけど、着用ができるっていうくらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が19800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットなんですけれども、タグがこちらになっております。サイズ表記は L 表記で、こちらアメリカ製のタグもついています。で、言ったらフリースですね。で、黒の、立ち襟のフルジップになっていて、こういうその模様とかこういったものも入っていてっていうものですね。で、背中にその胸と同じやつが大きく入っているタイプです。年代はね、決して、古いものではないんですが、その分状態がすごくいいです。サイズ表記が L 表記というところですが、年代が新しいっていうのもあって作りかなり大きいですね。奥でかなり余裕が出るサイズ感です。こちらの方でお値段の方が12800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットなんですが、タグの方がこちらです。ポロスポーツのタグになっています。で、サイズ表記こちらミディアム表記ですね。で、ダウンのジャケットになって胸に、ポロスポの刺繍が入っています。で、ネイビーベースで背中にもポロっていう風に入っています。で、サイズ表記ミディアム表記ですが、丈が短くて幅がしっかりあるっていう作りですね。この今っぽい感じのようなサイズ感です。で、僕でも全然着用はできます。いいサイズ感ですね。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてミリタリーに移ります。こちらファティーグジャケットですね。タグの方がこちら、サイズ表記はラージロングの表記になっております。で、リップストップのいわゆるフォースのタイプですね。で、状態としてこちら肩の方に1点ちょっと汚れが残っている状態です。で、それ以外は特に目立ったダメージとかもなくっていう感じなんですが、この辺もですね、肩の方とあと首の方ですね、少し汚れが残ってるっていうぐらいです。で、サイズ表記ラージロングっていうところですが、僕はかなり大きめになります。ただこのサイズ感はサイズ感で逆に出てこないかなと思います。いいですね。こちらの方でお値段が9800円に消費税になります。続いて M65 のジャケットですね。タグの方はこちら欠損しているんですが、エポレットがついていないっていうファーストタイプになりますね。で、タグ自体欠損してますが、サイズ感でいうとスモールレギュラーのサイズ感ですかね。で、もちろんファーストなのでアルミジップになっております。ところどころ全体的に気持ち汚れとか少し残ってたり、こういうのはあったりするんですが、全然着用自体まだまだできます。で、スモールレギュラーっていうサイズ感で、僕がちょっとぴったりっていうジャストなサイズ感になります。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちら M65 のフィッシュテールパーカーになります。タグがこちら、サイズ表記はラージ表記になっております。で、ライナーなどもついていなく、シェルのみのタイプですね。フードもついてないです。で、状態としてなんですけれども、そうですね、特に目立ったダメージなどもなくっていういい状態です。で、裏面に関してもこんな感じですね。いい状態だと思います。で、ラージ表記なのでかなりほとんどの方は多分ゆとりを持って着れるサイズ感だと思います。めちゃめちゃ肩も落ちますね。
逆に結構重ためのアウターの上からとかでも着用ができる感じだと思います。こちらお値段が19,800円に消費税になります。続いてダッフルコートですね。こちらタグの方がこちらバーバリーになっております。年代は決して古くはない、ちょっと新しめのバーバリーにはなります。でダッフルコートベージュの色味ですね。でこちら欠損なども特にしていなくいい状態です。でダメージとかも目立ったところ本当なくて綺麗な状態です。でサイズ表記ちょっと探してみたんですけどちょっと見当たらなくて、そうですね、ざっくり SML で言うと本当 L 表記ぐらいな感じですかね。僕でもしっかり着用ができるサイズ感です。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。続いてこちらバラオジャケットですね。タグの方はこちらクリッカーのタグになっている。サイズ表記こちら40の表記です。でブラウンの色味ですね。でジッパーはこちらのジッパーが使われております。でこちらに関しても程度すごくいい状態です。やっぱウールのものなので結構、小穴が開いたりとか本当なんか擦れてる感じあったりするんですが、特に目立った感じは見受けられないです。でサイズも40というところで、僕が着用ができるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が39,800円に消費税になります。続いてこちらが、リーバイスのボアジャケットですね。タグはこちらの方になります。サイズ表記いいですね。46の表記になっております。こちら紙タグもしっかり残っている状態ですね。パッと見でも分かると思うんですが、そのデニムの色味結構濃いです。で、当然赤タブもしっかり残っております。で裏面に関してはこんな感じなんですけれども、ちょっと腕の方だけですね、こちらの方にダメージが1点あるっていうところにはなってしまいます。あとこちらの方もですね、すいません、ちょっと1点少しダメージがっていうところです。またそれでもこのサイズ感と色味すごくいいと思います。46表記、僕はかなり余裕を持って着れるいいサイズ感かなと思います。かなり需要多そうですよね。こちらお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてこちらは70505のビッグ E ですね。パッチはすみません欠損しております。ただこの背中の方ですね、このパッチの、痕跡というか後で、70505っていうところですね。で赤タブの方がこちら表面はちょっと確認がしづらいんですが、裏面のでかろうじてビッグ E っていうのが分かるっていうところですね。でこちらに関しては多少のこういったスレとかあったりはするんですが、袖口なども全然まだひどいダメージなどもなく着用は全然できる状態です。言ったらもうこの辺とかですね、襟とかの軽いスレぐらいがあるっていうところです。裏面に関してもこんな感じです。いい色ですね。サイズ感でいうとなんですけれども38ぐらいな感じですかね。おそらくパッチ表記は40かなと思います。僕が本当ぴったりなジャストサイズっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてこちらがリーバイスの 507WX、 いわゆるセカンドですね。パッチの方はですね、こちらもう残っていなくて、ちょっとかけらも破片も残っていないっていう状態ではあるのですが、こちら第2ボタンの上のこちらステッチが切り替えされていて、でウエストのステッチですね、こちらもシングルステッチというところもありますし、赤タブこちら両面タブになっています。なので両面レザーの年代でこれは間違いないかなと思います。で色味がすごくいいですね。かなり濃いです。色残りで言うと8割以上は残ってるかなと思います。サイズなんですけれども、こちら実寸38のサイズですね。それで僕はそうですね、着用自体はできなくはないんですが、ちょっとジャストなぴったりっていう感じになってしまいます。またここまでの色残りのもの本当少なくなってきました。お探しの方はぜひ。こちらお値段の方が298,000円に消費税になります。続いてパンツに移ります。こちらがいいですかね。パッチ WRL のパッチで、タグはこちらの方についています。
表記は28っていう表記にはなっております。ただこの WRL のこのパンツって表記よりも全然、サイズ違うことが多くて、股上がすごい浅いです。こちらジッパーのタイプですねになっていて、でもうこういうのすごいいい色に仕上がっています。でリペアなどもこう施されていてかなりいい雰囲気です。ペンキなども飛んだりとか本当にいいですね。でこちら耳の方もついていてっていう状態です。ただすごい細いですね。実質のサイズなんですけどウエスト34インチのレングスが35インチになっております。ちょっと僕だと着用難しいんですが、そうですね、このままの長さで履いていただくのももちろんいいと思いますし、なんならこの辺は裾上げしてから履くのも全然ありかなと思います。その裏面に関しても、膝裏すごい色になっています。いいですね。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらミリタリーのチノファンですね。タグの方がこちらついていて、ウエスト30インチのレングスが29インチになっております。でこちら70年会計のものになってますね。でこのタグの残り方からしても分かると思うんですけど、程度がめちゃくちゃいいです。特にダメージなどもなく本当いい状態ですね。裏面はこんな感じです。このバックポケットのフラップのこちらの方から、US マリンコープのものだということが分かりますね。で実寸のサイズなんですけれどもウエスト31インチのレングスが29インチになっております。ちょっと表記と変わっているんですが、それはそれですごくバランスも良くていいサイズ感だと思います。本当僕がぴったりっていういいサイズ感ですね。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いて501ブラックになります。パッチのこちらですね。ウエスト32インチのレングスも32インチになっています。で赤タグしっかりなってます。でこれに関していいのは先染めのタイプというところですね。アメリカ行ってて後染めの方が圧倒的に多いんですよ。先染めほんと少ないです。そしてこちら毛羽立ちも軽く残ってるいい状態です。でまた下も全然大丈夫ですし、レングスももちろんオリジナルのものです。こちらですね。で実寸のサイズなんですけれどもパッチ通りですね。ウエストもレングスも32インチになっております。この辺はこの辺でそうですね。身長がだいたい180センチぐらい、僕より身長高い方は全然いいサイズ感だと思います。お値段の方がこちら15800円に消費税になります。続いてもレギュラーのデニムです。こちらがパッチからがいいですね。品番が505になっていてウエスト31インチのレングスが30インチになっております。でタブはオレンジタブがついております。でジッパーの方はこちらスコービルのジップが使われております。でこれに関しては色が濃く残ってすごいいいですね。状態ももう言うことないと思います。また下もレングスも全然問題ないですね。で実質のサイズの方が、パッチ通りですね。ウエスト31インチのレングスが30インチになっております。こちらも僕はすごくいいサイズ感で履けるものになっております。こちらの方もお値段15800円に消費税になります。続いてヴィンテージのデニムに移ります。こちらが501の、すいません、こちら赤タブがちょっと確認が正直しづらいではあるんですが、こちらですね、ビッグインになっております。こちらですね、すいません。でパッチも一応残ってはいるんですが、サイズのところが少し欠損しているっていうところですね。でもうこれに関してはもう本当ちょっとそういう言葉でまとめちゃうのもあれなんですけど、雰囲気系の一本です。もう正直色もかなり落ちてますし、リペアもめちゃくちゃ入ってます。ポケットの入り口からもそうですし、でまた下もこの辺にリペアが入ってたりとか、太ももから膝にかけてかなり大胆なリペアが施されております。
レングスに関してもこちら、ステッチの入れ直しとかそういう補強だったりはされてはいるんですが、その裾上げ自体はされていないと思います。いいですね。で裏面に関してもこういった雰囲気ですね。もう表と遜色ないようないい雰囲気です。実寸のサイズ感の方がウエストが32インチのレングスが28インチになっております。この辺は、ちょっと僕が気持ち短いですけど、あえてそういう感じでその短く履くっていうのもすごいいいと思います。こちらお値段が45,800円に消費税になります。続いてこちら501のダブル X になります。501ですね。で、隠しリベットもついていて、前のスレーキのリベットがカッパーになっております。それでこちらボタンフライの方なんですけれども、こちらが分かりやすいですね。R が足長 R が使われているので、こちらは、ギャラ入りの年代で間違いないかなと思います。これに関して程度を見ていきたいんですが、また下若干のステッチの抜けぐらいはあるんですが、まだまだいける状態です。裾に関してもこちらはオリジナルのもので間違いないかなと思います。当然耳もついておりますね。で、本当いい色に仕上がっています。こう縦落ちが綺麗に入っていて、こういうなんかペンキの跡とかもあったりしてっていう一本ですね。裏面に関してもこんな感じです。パッチ自体はなくなってはいるんですが、本当に綺麗になくなっています。で、赤タブもしっかり残っていますね。こちらです。でプラスいいのはやっぱそうですね、アーキュエイトがイエローステッチ使われていて、まだステッチが抜けきっていないっていうのはやっぱりいいですね。でサイズ感の方なんですけれども、ウエストが33インチのレングスが31インチになっております。僕だと気持ちすみません、レングスが長い1本にはなるんですが、この辺はもう全然ゴールデンサイズのに当てはまる1本だと思います。こちらお値段の方が35万8,000円に消費税になります。